こんにちは、ゆらここです。今回はパート1から引き続き赤と緑の端切れを使ったタペストリーを作ります。前回とは別のモチーフをもう一つ作ってから最後に全体をまとめてタペストリーに仕上げていきます。それではまずモチーフから作っていきたいと思います。ギフトボックスを上から見たイメージで、縫い上がりが9センチの正方形になるように縫い合わせていきます。実際のラッピングをイメージして好きなリボンを組み合わせます。ここが一番楽しいのでいろいろやってみてください。モチーフができたら前回のモチーフも合わせて全体を並べてみます。リボンは一旦脇に避けておきます。ラティスというのはモチーフをつなぐ中継ぎの布のことです。ここでは4センチ間隔でモチーフを横3列、縦3列でつないでいきます。
今回ラティスが白なので、表から目立たないように縫い代はモチーフの方へ倒しておきます。縫い合わせる前にモチーフの位置がずれてないか確認してから縫い合わせていきます。次にボーダーを縫い付けます。今回はボーダーは8センチ幅です。裏布、キルト芯、キルトトップの順に重ねてしつけをかけていきます。私は安全ピンを使っています。ここではギフトボックスの周りを一つずつ四角にキルティングしました。今回もインザディッチっていう縫い目の上を縫っていくキルティングをしています。ボーダー布を避けて、キルト芯と裏布をボーダー幅8センチで切り落としていきます。ボーダー布を使って端を三つ折り始末します。最後に忘れてはいけない大切なことがありました。最後のプレゼントはサンタさん用です。ここで避けておいたリボンを戻して本体に縫い留めます。仕上げに周りの生地と同じ生地で作ったフリルを周りに縫い留めていきます。ここでフリルの作り方をご紹介します。5.5センチ幅の短冊の中心に少し大きい針目でステッチを1本かけます。どちらかの糸を引いてギャザーを寄せていきます。ここではちょっと華やかな感じが欲しかったので、2倍量のフリル分量で作っています。フリルを潰さないように注意しながら、
目打ちで整えて周りに縫い留めていきます。